モデラーの皆さん、こんにちは。なみなみです。記念制作第3話はアームユニットとフレームの完成です。アームユニットを制作します。このユニットは前腕部がロケットパンチできるようになっています。ここが接合部分になっていますので、この部分の塗装は剥がれてしまいます。塗装する場合はこのことを頭に入れておくと良いと思います。塗装に入ります。外装パーツを取り付けるとほとんど見えなくなるパーツばかりですが、シリンダーらしきモールドとそのパーツがありますので、スーパーファインシルバー2で塗ってシリンダーのモールドはマスキングしておきます。フレームガンメタルを塗ります。一旦シルバーに塗るとどこに他の色があると良いのかのイメージがつきやすくなりますので、前腕部のパーツは手首に近いところとシリンダーモールドを残してフレームガンメタルで塗り分けます。今塗っているのは手首の部分です。ここはチタンシルバー2を塗って微妙なコントラストを狙います。フレームガンメタルを塗った部分はマスキングしていませんが、ここにかからない方向から吹き付けていますので、パーツの形状と選択する色によってはマスキングを省略することもできます。また少しかかってもメタリック同士なのでさほど目立たないということもあります。マスキングを剥がします。今回はサーフェイサーを吹き付けていませんので、塗膜が持っていかれないように注意して剥がします。特にシルバーはピンセットで傷がつきやすいので、慎重にテープを取り除きます。前腕部の塗り分けはこんな感じです。シリンダーモールドの根元は後でゴールドで塗ることにします。こちらは二の腕と肘のパーツです。設定色に近い色にしたいので、暗めのクリアグリーンでキャンディー塗装をします。好みの色になるまで薄く吹き重ねたパーツがこちらです。このままだとギラギラとしていますので、外装パーツを取り付けた時に浮いて見えてしまいます。そこでフラットクリアを吹き付けてギラギラ感を抑えます。するとメタリック感を残しながら落ち着いた雰囲気にできます。このような仕上げはスマートフォンや一部のスーパーカーなどで見られる仕上げです。こちらはショルダーアーマーです。一段下がったモールドがたくさんありますので、きっちり塗り分けたいところです。かといって筆塗りすると範囲が広い分ムラが目立ちそうですので、後で拭き取れるようにエナメルのチタンゴールドをエアブラシで吹き付けます。今回の制作で多用しているエナメル塗料の拭き取りです。ラッカー塗料の上にエナメル塗料を塗ると拭き取ることができるようになります。特にへこんだモールドをマスキングせずに塗り分けるときに使えるテクニックです。はみ出た部分を拭き取るとお土産のキーホルダーのようになりました。こちらもショルダーアーマーのパーツです。ここには塗ってほしそうにしているモールドがありました。シルバーで残したい部分をマスキングしてキャンディー塗装をします。このようなキャンディー塗装をするときはマスキングの境界に塗料が溜まりやすいので、乾かしながら塗り重ねていくことがコツです。また塗り分けの位置も塗料が溜まっても目立たないような位置に決めることもポイントです。仕上げにスリットの部分をエナメルのダークアイアンで筆塗りをします。マスキングを剥がします。きっちりと塗り分けることができました。最後に細かなモールドを筆塗りします。スリット状のモールドはエナメルのダークアイアンを塗っています。
前腕部のシリンダーモールドはチタンコールドで塗っています。これでアームユニットの塗装が完了です。塗装が済んだパーツを組み立てます。二の腕のパーツは外装を取り付ける際に分解する必要がありますので、このユニットは接着剤を使わずに組み上げていきます。アームユニットの完成です。キャンディー塗装をしている時はちょっと色が濃いかなと思っていましたが、組み付けてみると良いアクセントになっていると思います。それではギャラリーをどうぞ。フレームの塗装がすべて完了しましたので、ここまでのパーツを組み付けていきます。まずはアームユニットから取り付けです。チェストユニットとウエストユニットをマリッジします。最後にヘッドユニットを取り付けてフレーム仕上げのジオング完成です。それではギャラリーをお楽しみください。
フレーム仕上げのジオングいかがでしたでしょうか。これで完成でいいんじゃないだろうかという気がしますが、制作はもうちょっとだけ続きます。次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた。